こんにちは。今回は日産オーラのニスモ仕様が販売されるということで、その詳細をお伝えしていこうと思います。それでは、行きます。Now loading。日産オーラのニスモ仕様が販売されるのではないかとネット上で噂されていましたが、ニスモ仕様の販売が始まったようですね。実際に、ディーラーにて確認してきましたので、間違いなく、ニスモ仕様は発売されます。日産からの公式発表は、7月17日水曜日に実施されるようですね。先日日産オーラはマイナーチェンジによって、フロントフェイスをはじめとした外装が特に大きく変わりましたよね。ニスモ仕様に関しても、外装の大幅な変更は行われると考えられます。そんなニスモ仕様についてですが、今回、2リンク銅だけでなく、なんと4リンク銅もグレードに加わることが確定しています。4リンク銅のニスモ仕様が発売されたら良いなと感じていた方にとっては、非常に嬉しいニュースですね。マニュアル車両でなければ、ニスモ仕様にしたところで大して意味がないと感じる方もいるかもしれませんが、シフト操作を楽しむというより、ニスモの走破性を楽しむという観点で考えてみれば、マニュアルであれ、オートマであれ、そこまで差はないと私は感じています。軽量化ということを考えれば、マイナーチェンジ後の2リンク銅が良いねと思う方もいるかもしれませんし、有名な GTR も4リンク銅だということを考えれば、GTR のスピリットを感じさせる4リンク銅をやはり選びたいという方も一定数いるんじゃないかと思います。では、そんな人気の高まっているニスモの価格についても見ていきたいと思います。こちらのグラフは、縦軸が車両価格、横軸がグレードになっています。今回見ていただきたいニスモの仕様は、中央に位置していますね。マイナーチェンジ前は300万円を切っていましたが、マイナーチェンジ後は300万円を超えて、307万2300円となるようですね。それで問題は4リンク銅なんですけれども、4リンク銅はレカロシート付きの車両とした場合、価格はなんと、350万円を超えるという話を聞きました。ディーラーで350万円は超えてくるという風にお話を聞きましたが、ネットで公開されている情報では、そのレカロシート込みで390万円を超える設定となっていて非常に驚きました。通常グレードで2リンク銅と4リンク銅を比較してみると、その価格差はおよそ50万円もないんですけれども、ニスモ仕様になると、100万円ほどの差額が生じてしまうなんて、ものすごくプレミア感のある車両になりますね。ちなみにですが、もうすでに、2リンク銅と4リンク銅のニスモ仕様をディーラーで注文できます。内装もよりスポーティさを感じさせるようなニスモロゴであったり、赤と黒の配色が施されて、かっこいい外観になっていることと思われます。おそらく、レカロシートのデザインも変わっているのではないかと思いますし、車両価格の高さから、もしかしたら、ウルトラスエードなどの高級比較も採用されているかもしれませんね。そんなオーラのニスモですが、どんな外装になるのか予想してみたいと思います。マイナーチェンジ前のフロントグリルを見ていくと、ニスモを感じさせる赤いラインがフロントロアについていますよね。ニスモ自体のデザインは、大きく変わることはないと思うので、ロア周りの赤いラインの入ったデザインは、おそらく継承されるのではないかと思いますが、赤いラインの折れ目は、少し変えてくることが予想されますね。マイナーチェンジ後のオーラのフロントフェイスを見てみると、フロントロア周りは特にくびれがついていませんでした。バンパーの形状はそのままで、アクセサリーパーツをこの下に取り付けるとなると、普通に考えたら、下回りのこのラインに平行に赤いラインが入るのではないかと考えます。こちらマイナーチェンジ前の通常グレードのオーラのフロントフェイスになりますが、ロアのブラックパーツは、部品が分かれてるように見えますよね。なのでこの下回りをがっつり使えることができるのであれば、このニスモのようなフロントロア形状にできるのかもしれませんが、マイナーチェンジ後のオーラって、バンパー分割して作っていないように見えるので、マイナーチェンジ前と同じようなアクセサリーの取り付けはできないのではないかなと個人的には考えています。またオーラのニスモ仕様を見てみると、なんと横側にスリットが見当たらないんですよね。マイナーチェンジ後のオーラもスリットがなくなっているんですけれども、おそらくこの流れからこれから出てくるマイナーチェンジ後のニスモについても、この横側のスリットはつかないのだと思います。現行ニスモのリアを見てみると、やはりロアが装飾されていることがわかりますよね。マイナーチェンジ前のオーラのリアロアに、ニスモの装飾部品を上から被せるような見た目になっていることがわかります。おそらくマイナーチェンジしたニスモにおいても、同じように上から装飾部品を被せて、ニスモらしい外観になるのではないかと予想します。ただ、赤いラインがハの字のような形状になるのか、
地面に水平になるのかが気になりますね。サイドロアを見てみると、こちらも赤いラインがずっと前から後ろまで流れて配置されていますね。サイドロアは、どうにもこうにも変更できる箇所が見当たらないので、同じ外観になるのだと感じます。そういえば、最近日産のアリアについても、ニスモ仕様登場しましたので、最新デザインがベースになることも想定できそうですよね。日産アリアでは、フロントフェイスよく見てみると、地面に水平に赤ラインを流していますよね。なので、日産としてはデザインで作り上げてくることは十分予想されるわけですね。一方で、リアロアを見てみると、赤いラインがハの字になっていることが分かりました。なので、リアロアに関しては、このハの字タイプのデザインが出てくることが考えられます。この赤いラインが中央で途切れるか途切れないかが、一つ見どころになりそうです。サイドロアに関して言うと、必ずしもこの赤いラインが一番車両下側に来るというわけでもなく、フロントとリアの赤いラインの高さ位置に合わせて、サイドロアの赤いラインを配置していることがわかります。近づいてみるとわかりますが、赤いラインの下側にもパーツが装着されていますよね。なので、空力を意識して、より地上最低高さを低くなるような外観にしてくる可能性も予想できます。続いて、日産オーラのニスモについて、マイナーチェンジ後に内装がどのように変わるかですが、一つは、レカロシートの形状や素材が変わるのではないかと考えています。ニスモのようなスポーティーな車に乗る方は、レカロシートへの興味もあると思うので、どのようなレカロシートが登場するのか楽しみですね。ただ、可能であれば、ファブリックと合皮のコンビシートではなく、本革シートも登場すると、より高級感のある車に変わりそうですよね。そういえば今お見せしているドライバー側のシートは、マニュアルシートでラチェットタイプになっていますが、運転席のみ電動パワーシートが標準装備になるようです。多段調整できるようになるのはありがたいですね。坊主製スピーカーのオプションで付けられるようで、ヘッドレストにスピーカーを取り付けることもできるそうです。それで今回、2輪駆動だけでなく、4輪駆動も登場するということなので、荷室空間も変更があるかと思います。今お見せしてるのが、マイナーチェンジ前の2輪駆動の荷室空間となっています。4輪駆動になると、この荷室の底面が上がってくるので、シートを倒した時にフルフラットになるかもしれませんが、荷室空間は縦に狭くなります。と言っても、ニスモに乗る人であれば、荷室空間なんて、あまり気にならないかと思いますね。そんなことよりも、4輪駆動で楽しくドライブしたいという方が多いのじゃないでしょうか。その他の内装のデザインについては、あまり大きな変化はないかとは思ってます。ドライブモードに関して、ニスモと呼ばれるモードがありますが、どちらかというと、こういった走行に関する仕様の変更がメインになるんじゃないでしょうか。ちなみにですが、4輪駆動は、エクストレイルやアリアのような E フォースではないようです。通常の4輪駆動というわけですね。そして、最後に、ステルスグレーとスーパーブラックのツートン仕様も採用されるようです。ステルスグレーと聞くと、GTR のニスモのステルスグレーを想像してしまいますが、GTR でステルスグレーを使うから、高級感のあるスポーツカーになるのであって、何から何までステルスグレーをニスモで使うのは、少し私は良いとは思いませんね。全く同じものでないボディカラーであることを私は信じたい。ちなみに余談ですが、こちらが GTR のニスモ仕様です。ボディカラーはもちろん、ステルスグレーになっていて、車両価格は3000万円となってます。この GTR の価値を下げることだけはやめてほしいなぁ。こんな感じで、今回は以上です。それでは、また。